全力の寝起き感があるんですけど。うん、全力っていうか、マジで寝起きっす。今日の夜ちゃんこはお二人。はい。小沼さん、本日のちゃんこは？ああ。今日は、この、シクメルがあったんで、シクメリ。シクメルと、シクメリと、あと、しらすあとなんか野菜使って、かき揚げにして、で、あとはまあ、もう一品は、なんか炒めですかね。うん。ありがとうございます。シクメ類はいただき物？確か。うん。そうですね、いただき物ですね。結構二人とかの時もあるんですかね？あります。なんか切り方もすごいプロっぽい切り方です。ありがとうございます。小林さん、シュクメリってどんな味がするんですか？あ、それがですね、はい。一回でも遠藤さんが作ってくれたんですけど、あ、シュクメリを？はい。でも、師匠がシュクメリじゃないって言って、その時はシチューだったんですかね。なんかシチューの味がしたんですけど、シチューとチーズみたいな。なるほど。本物食べたことないです。あ、すごいめっちゃニンニク効いてるんですよ。効いてるね、すごい。小林さん、はい。皆さんに本名の由来とか聞いてるんですけど、伺ってもよろしいですかね？はい。一世っていうのは、そう、これは、最初、お父さんに自分で考えていいよみたいに言われて、一世っていうのにして、まあ、一って書いて生きる。で、まあ、一生みたいな読み方もそれするんで、まあ、一生がなんか頑張るみたいな感じとか、まあ、そういう意味合いもあって、僕はそれにしました。怪我からもう復帰して何回か稽古を取ったりする？いや、そのまま取ってないです。基礎運動だけ取ってます。仕事とか。四股とか、まあ、すり足とか。まあ、まだそれしかできないんで、トレーニング、まあ、あとトレーニングぐらいして。お昼に若宮城さんが久しぶりにジャスティンに会ったらすごい体大きくなってたって。ああ、もうそうです。みんなが3月は大阪場所行ってる間に、僕やっぱ手術した後なんで、行っても何もできないんで、こっちでリハビリしながらトレーニングっていうんで、まあ、ジム、契約させていただいて、で、まあ、みんながいない間に大きくなろうかなと思って。腕周りだけじゃなくて体も大きくなってるって言ってたよ。嬉しい。体重も結構増えた。体重はそうですね、結構頑張りました。今はどんぐらいになるの？119あって、まあ、入院前というか、手術前は113とかだったんですけど、やっぱ手術して動かなかったりしたんで、ご飯も少ないじゃないですか。入院中は107まで落ちて、やっぱ減っちゃうんだ。めっちゃ減っちゃって、まあ、その間に、部屋にいる間に、ご飯すごい食べて、まあ、ジムも行ったんで、お腹空いたりして、食べてたら、119まで行きました。結構どのぐらいの期間でそのぐらい戻るの？結構ガツって食べる人だったらすぐ戻るかもしれない。そうなんだ。はい。僕、小食なんで、一気にバッて食えないんですよね。なんか、小刻みに回数増やして食べるとかあります。で、あとはまあ、プロテインを欠かさず飲んだりして。今日の稽古は結構良かった、膝の調子も。ほんとその日なんですけど、今日はちょっと痛かった。ああ、そうなんだ。はい。なんか絶好調の日は、なんか、
ったら一押しもいけんじゃないかっていうぐらいの、なんか思っちゃうんですよね。うん全然あんま痛み感じない。うん。結構、膝痛みを感じることが多いです。まだ。柔道やってた時には、怪我とかは？柔道やってた指の怪我が多かったです。ああ、突き指とか。高校時代も怪我はない？それは左足、後輩に胸出したら、うん。左足を、ぶつかり中に内が入っちゃって、断裂じゃなかったんですけど、損傷だったんですけど、とろみがちょっ今までで一番痛えみたいな怪我はあったんですかね？と。これって言われると。断裂じゃないですけど、うん。僕入りたてでこっち怪我したんですよ。そうなんだ。うん。こっちか、どっちか、こっちか。うん。場所中で、うん。叩かれた時に、もういつも、こう落ちちゃったんで、うん。こう、ぐねっとぐねって、でそれで、靭帯損傷みたいうん。な、捻挫じゃないですけど、靭帯損傷ってやっぱりみんなそれだけね、本気でやってると、怪我はちょっとはつきものというか、なるっすね。それはもう治ったの？まあ、もう、はい。治ったっす。入れちゃいます。おお。なんか急に春らしい感じになってきもう終わるっすけど。た。もう終わる？まだ夏ですよ。もうそろ。デルマさんっては何かワンちゃんとか猫ちゃんとか飼ってたりするんですかね？いや、実家は飼ってないです。あ、そうなんだ。実家はっていうと？母方のおばあちゃん家は猫飼ってるっす。僕プロ入ってからうん。また飼い始めたんで。あ、そうなんだ。うん、その猫を見てないんですよ。あ、そうなんだね。犬派猫派で言うとどっちかっていうと猫派ではあるんだ。まあそうっすけど。言うならばってところ。言うならば。うん。このぐらいで上がっていいと思うんです。でもないっすけど。そう。野菜のかき揚げはこれは塩でいただく感じになるんですか？まあ塩で食べてもいいですし、うんうん。めんつゆで食べてもいいですし、まあ味付けつけてるんで、あ、もう味もしっかりしてる。そのままでも食えると思うんですけど。N マハンのちゃんこはどうやっていつも決めてるんですか？メニューを決めてるとどうやってって、僕が決めてます。例えば冷蔵庫にあるものを見てとか。まあそうですね。冷蔵庫見て考えてやって、なんか作りたいのあったらちょっと足りないもの材料買ってきてもらって。ってのをしてもらってます。なんか冷蔵庫のこれ古いものがあるなとか思ったら結構そういうのから使っていったりする。はい。すごい。でも消費しなきゃいけないものから使ってはいます。ちょっとまあ足が速いようなやつ。
今、桑井さんが何年目ですか？僕は4年目ぐらい。 4年目ぐらいです。すごい若い力士の方増えてきてるけど、どう思います？後輩たちが増えてきて、たくましい、強いですね。強い。めっちゃ強いですね。へえ。それ言ったら、ケイトだ、高原、うんうん。ライバル校だったんですけど、ライバル校だったんだ。はい高校の時勝って、うん。決勝戦だったんですよ。うんうん。で、僕が高3で高1あ、も強かうったんですけど、高校生の時に対戦経験があるんだ。はいへえ。まあ勝ったんですけど、うん。やっぱプロ入って、僕が先入っても、うん。めっちゃ強いですね。なんかアートうのん。入門してきて、めっちゃ努力する子だったんで、うんする子なんで、めっちゃ強くなってびっくりし、体も大きくなって、うん。大きくなったね、高原君。めっちゃ強いですね。それ周りが後から入ってくる人たちも比べ、なんかめっちゃ強くねみたいな。うん。じゃあ高原君は結構いい刺激を受けてる。高原君から。めちゃくちゃうん。三段目一場所通過っていうのが、うん僕にとってはいい、大阪場所うん。出れてなかった時に、うんそれをまあ見たんで、うん。うん。アベマで6番勝って三段目した場所で幕下決めてたんで、うん。で僕がまだ幕下1回もないんですけど、うん。それ見るとすごいな。おーってなる。それはいい刺激を受けてうます。ん。悔しいっていうか、おー。あります。下からの圧があるんで、早く上がらなきゃ。うん。結構いい刺激になって、そうですね。はいみんな若いもんね。強いですね、んマジで。エルマさんは最近結構意識する力士とかいるんですか？いやーもう最近ないっすね。意識するというよりは、自分との戦いみたいな。はい。自分を高めるために結構努力してるっていう感じなんですそういう感じです。けど、一番稽古とかで意識してることとかってあるんですなるべく前出て勝ちたいように、うん勝ちたいんで、まあ、押さずっていうか、手数で、か？やっぱ突き相撲なんで、うん手の回転をうん維持したりとか、なるべく、叩かずに前出ることを意識して、その稽古から勝ち方を意識してる。そうっす。相撲の勝負結構一瞬で決まるから、やっぱり自分の得意な勝ち方がしっかりしてた方が強いよ。まあ自分の型持ってたら、まあ強いっすよね。うん。やっぱ強い力士の皆さんはやっぱ自分の型みたいなのがあったりする。型みたいなの持ってる。うん。どういう相撲を取ったら強いっていうのが分かってると思うんで。ああ、強い人ははい。自分の勝ち方みたいなのが分かってるってことなのかな。なんでそれを、まあ、負けないように、自分が相手だったら、こう来るのを、こう来るだろうなっていうのを考えてやってると思います。なるほど。小山さんは一番筋トレとかで意識してる筋トレとかあるの？最近、パーソナルなんでね、おー。全部その、トレーナーさんが考えてくれてる。メニューは決めてもらってる。はい。上半身だったら、うん。まあベンチプレスは必ず入ってて、おー。で、あとは、なんか全身運動みたいなのやるんですけど、なんかバーベル持って、うん。こう、上げると同時に、うんこう腰下げて、うん。ああ、はいはいはい。上げる動作を腰と腰下げるのと一緒にやって上げたり。うんうんうん。まあそれは結構何キロとかでやってるんですか？バー20キロで、おー。まあ、重りが
10キロとか20キロぐらいになるんで、合計で4、50キロぐらい。50ぐらい。で、結構のセット数やるんだ。はい。4セットぐらい。おお。やっぱり全身の連動性みたいなの結構重要なのかな。そうですね。うん。全体的に鍛えられるんで。そういうパーソナルやってると、結構、後々何年かしたら変わったな、みたいな感じになる。あ、でも、ありますよ。ちょっと動きが前よりかは。昔と比べると良くなったな、みたいな。気はしますね。ジム行ってから、体重増えた気がします。おー。必ず毎回プロテインとか飲んでるようにしてるんで。ああ、なるほどね。ジム行った後は。自分の中の力強さみたいなのが増した気がする。そうですね。行き始めてからは、お尻相撲が良くなった気がすやっぱ押し相撲の人はベンチプレスを結構意識してやるのかな、みんな。る。あ、そうですね。みんな、ちなみにゼヌマさん何キロ上がるんです僕はでも、最近は、100でも30、40ぐらい。か？お部屋で一番上げる人とかって誰か分かった？生玉こぶじゃないですああ、そうなんだ。か。200ぐらいある。200はすごいね。ちなみに部屋の力士で、こいつはやりづらいなとかいるんだ。高原とかやりづらいっすよ。ああ、そうなんだ。早いんで。それは動きが速いからやりづらいっていう。はい。すばしっこいの苦手なんで。すばしっこい上になんか、粘り強いんで、やりづらいっすね。高原君結構見てたの強いもんね。強いっすよ。本当にいい刺激になるね。頑張ってるけど、強いと。はい。いい稽古させてもらってます。3皿いけそうだな。お好み焼きでいいか。いや、チヂミにしようか。この残った野菜どうしたの？もうある程度もう洗い物しよう。どれ？いや、余った野菜。あ、それ、チヂミで使うわ。具材は豚肉と何を入れるんです豚肉と、あと余ったかき揚げの野菜ですね。結構小林さんの中で、お部屋の中の力士でやりにくい人とかいるの？やりにくい人ですか？やりにくい人が、深夜とか、上の人で言ったら、相馬さんとか、あとは、月岡さんが僕の中でやりづらいですね。それはどういうところがやりづらいとかあるの？月岡さんの場合は、まあ、低いんで、あと小柄なんでなんかしてくるっていうのも頭に入れて当たんなきゃいけないんで、ちょっと考えちゃうんですよね。何してくるんだろうみたいな。深夜とかは相撲がうまいっていうか、
僕があんま好きじゃない人も取ってくるんで僕やりづらい。トーマさんも同じでうまいのと、やっぱうまくした上位っていうのがあって、圧力がやっぱ違うので、対処法、対応がうまいですから、僕がどんなことをしても対応されちゃう。うまく。はい、うまく。レナマさんの相撲を始めたのっていつからなんですか？13ぐらいです。中1。相撲を始める前は何か他のスポーツ柔道。もともと柔道入る予定でやってたんですよ。そこがなんか相撲と掛け持ちだったんで。それでまあ相撲の方が結果出てたんで。相撲が。柔道の時これはどうだったんですか払い腰。今できないです柔道の経験がちょっと相撲に生きてるなみたいな思う瞬間とかあったりするんですか？回し取られた時、まあなんていうの、半身になってこう押されてる時にこう足かけて投げれたら時あったんですよ。その時が柔道使っちゃったって思うっすね。柔道に助けられたって。投げ技がね、前に皆さんもいらっしゃいますね。最近足かけて投げることはなくなったっす。それは自分の中に意識を変えた。いやなんかもう相撲の押し込んでになっちゃった。投げるとかだと。力士のみんなってお財布とか携帯はこの帯に入れるのが多いの？財布はカバンかなんかに入れるっすね。小さいカバンみたいなの皆さん持ってますもんね。スマホはまあ入れたりするんですけど。なんかベヌマさんもここにここの中に入ってそうだからちょっと聞いてみたいんだけど。ハンカチ。ハンカチは入れるっす。全部いってここに入れた方がカバンに入れるよりこっちに入れた方がすぐ取れる。そう。いや。ジャスティンさんは最近一番筋トレで重視してることって何かあるんですか？まず一番は足ですね。まあ怪我したのもあるし、怪我して手術したらちっちゃくなってるんですよね。まず怪我する前に戻すのと大きくすること。まあ下半身が休もうって大事じゃん。僕は高校の時から胸と腕が好きなんで、そこはまあ欠かさずやってます。胸と腕の筋トレが好き。はい、2頭と3頭のが好きです。足トレって結構きついイメージがあるんですけど。めっちゃきついですね。まあでも怪我して復帰するまでだったら
やるしかない。うん。スクワットとかだと、怪我前とかだったらどれぐらい持てたりしたんですか？僕の、マックス。いや、僕の場合は、105、5、60が、3発ぐらいじゃない。150、162、3発。はいおー。ベンチプレスあるじゃない。はいはい。入ってるんですけど、まあ、でかくなってたんで、うんうん入ってるんですけど、なんか、その日うんうんは、入ってる気がしないんですよ、自分からは。ああ、胸に効いてる気がしない効いてる気がしないんですよ、ベンチプレスは。だから他の種目だったら、なんかダンベル使って、うんうん。やるやつとかだったら、めっちゃきつ、うんうんあ、効いてるわ、みたいな。でも、ベンチプレスだけは、高校から今もそうなんですけど、入ってはいると思うんですけど、効いてないな。うん。足とかと比べちゃうとなんか効きが足りないなみたいな。そうなんですよ。だからベンチプレスじゃなんか、ダメかなみたいな。僕の場合は。でもみんなやっぱ胸を大きくなるベンチプレスとか言うんですけど、やった感が出ない。ああ、やった感は欲しいですよね。欲しいです。うんやっぱモチベ的にも。モチベ的にも。はい。一人で筋トレするってきついじゃないですか。今日もなんか、後で行くみたいな感じで。そうですね。誘っていただいたんですけど、ちゃんこ番があったんで、まあ夜、ちゃんこ番終わったら、一人で。ああ。音楽、なんかモチベ上がる音楽聴いてても、やっぱ、仲間とやる方が、いや楽しい方がすごく良くないですか？ああ、そうですね。みんなで高め合ってやってる感の方がいい。その方が良くないですか？最近の今日はこれでしょの音楽は、一個あげるとしたら何かあるんですか？ミセスさんの新曲のルル。おー。筋トレ中に聴く曲じゃないと思うんですけど。もともと僕はミセス好きっていうのもあるんですよ。あ、そういうあれがある。それこそ朝稽古前とかにも音楽を聴いたりする。いや、音楽聴きたくないです、朝は。朝は聴きたくないんだ。静かがいいです。あまあ、試合前とかだったら聴くんですけど、ー。それもまあ学生の頃もそうです。じゃあ、それこそ場所中とか、場所中はそうですね、移動中に聴きますね。両国に行くまでリピートです。リピートスタイルで。リピートですねやっぱ駅まで。駅まで。そこからまあ集中。そこから集中するっていう。僕の場合は不安なんで、ギリギリまで相手の動画、へえ。緊張して、はいやっぱどっちだっけみたいな。右から来るのかなどっちかなみたいな。考えちゃう。まあ、焦っちゃうタイプなんで、まあ、ギリギリまで見るタイプです。お話ししてる間に洗い物が終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。すっげえ今日の鍋。じゃです。そうです。
アキスプーンさ3つ持ってきて。はい。そう思ってきたんですよ。明日入学式の着物ね。旅全部清掃。着物ですか？着物です。で色は別に大丈夫なんで。揃えなくても大丈夫です。わかりました。明日です。腹いっぱい。俺夢でラーメン15杯ぐらい食ってなんかハマりかけた夢見て気持ち悪くて起きた。4時半過ぎ。おい、やば。上の向こう地の横じゃない。小竹山さん、そのピンクの飲み物なんですか？これなんか疲労回復のサプリですけど、はい、クエン酸的なですかね。なんかあんまりあれは見てないですけど、運動後の疲労回復にって書いてありがとうございます。味とかは？味はピンクグレープフルーツ。結構飲みやすい感じなんですか？飲みやすいですね。ご飯にも合う？あ、多分ちょっと合わないかもしれない。合わないかもしれないけど、まあ、ご飯で、ああ、そうです。体の回復を考えて。はい。3ヶ月前ぐらいも飲んでたんですけど、一回なんかやめて違うやつ飲んでて、やっぱりこっちの方がいい味が良かったんで。
食いなかったじゃん。それじゃない、食いたいんですけど。ちょっともらうし。周りの土地が見てこのまま見えるように紹介できる暗いと思うんですよ。その時に全部一回削ぎ落としてからまた柔らかい部分だけなんかあ、待ってうまい。いや、大丈夫なんですけど、なんでお食事にいたしそう、周りの子たちがいるけど。楽しみ、今夜と朝の時間。一緒に回してってるし。次はね、まあ、シアさんが自分で説明したんで、次一緒にします。これがそういう音。これも一番いいな。それいつまでいいんですか。一番いい。いつまでいるんですか。それ。そうそう、俺と一生裏目ですよ。どうしたの？同じ次第ですか。急いでやったら。そうしながらその分ですよ。食べたいな。大丈夫です。硬いな。硬いな。硬さが硬いな。あんま知ってるっすよ。俺がアメリカさんってるものがすごい。これちょっとこの前に電気その分のあれもついてる。その時って調子で。どうでした。お、梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど、頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。